氷河期世代をどう支えるかという話題は現在も頻繁に出ますが、正直なところ今更感がある気がしています。りょうさんどう思いますか？確かに恵まれない世代ではあったと思うのですが、その時代に生まれた本人の責任という声が大きいこと、貯金100万円以下の貯蓄ゼロ世帯を除いた40代の中央値370万とそんなに貧困ではないことを考えると、氷河期世代だけ保持するのは政策としていまいちなのかなと考えてしまいます。はい、僕もそう思います。世代だから支援するというわけではなく、こういう苦しい生活をする人だったら支援するという基準を作るべき問題で、なのでその基準に氷河期世代が引っかかるのであれば助けるべきだし、基準に引っかからないのであれば助けるべきではないっていう、特定の世代だからこうするべきであるというのは僕は結構違うんじゃないかなと思うのが、例えばじゃあ氷河期世代の人には毎月10万円をあげましょう。そうすると僕10万円もらえるんですよ。日本に納税もしてないのに。会社はしてますけどね、個人ではしてないので。っていう感じで世代とかの区切りでやるのではなく、あくまでその人の状況で決めるべきだと思うんですよ。なのでベーシックインカムみたいな感じで日本人全員がもらえるっていうのであれば、氷河期世代も嬉しいと思いますけど、氷河期世代だからここが優遇されるよねっていうのは僕はやる必要ないんじゃないかなと思います。老人の数が増える以上、老人福祉も縮小せざるを得ないという意見に賛同します。ただ今から老人福祉を減らす政策を進めた場合、老人福祉の縮小で最も割を食うのは生まれてから不利益ばっかり受けてきた氷河期世代なのではという蓋然性に気づきました。個人の努力では何ともならなかった人も多い氷河期世代をさらに苦しめるのはひどすぎませんか？しょうがないです。僕も氷河期世代ですけど、誰かが割を食うんですよ。誰かが割を食わなければいけないよねっていうところでいくと、氷河期世代って若いうちも割を食いました。高齢者になっても割を食うっていうので、全く報われないままだったんですけど、ただ今からでも報われないというのは変わりません。若い世代も報われなかったも変わらないし、例えば後期高齢者に対する窓口負担が増えましたっていうのも麻生さんが決めて、菅政権の時に確かやったと思うんですけど、っていうのもあるので、結局じゃあ氷河期世代の人たちが高齢者になった時に自分たちの親の恵まれ具合に比べるときついよねっていうのは変わらないと思うんですよ。なので氷河期世代がもし報われる部分があるとすると、若いうちのも苦労したけど俺たちは高齢者になった時もその負担を受け入れるぜっていうので、名誉だけはもらう。ただ生活とかはめちゃめちゃ苦しい世代でしたっていうので、氷河期世代の人たちありがとうって自分たちより若い世代に思ってもらえるっていうのはあると思うので、なので僕は氷河期世代が老人福祉を減らすっていうのを真に受ける世代でいいんじゃないかなと思ってます。氷河期世代の中の一人として、誰かがそれを受けなきゃいけないんですよ。若い人がどんどん苦労していくってなると、子供どんどん減ってって、じゃあ日本存続しなくなるよねっていうのは、予想よりも8年早く日本の人口の減少が始まっているということになってるらしいんですよね。なのでそうするともう若者の負担を増やそうというのをやってしまうと、結果として日本という国が外国人どんどん増えまくって日本人というのが少なくなりましたよねっていう、そのトランプ支持をしているアメリカ白人の考え方みたいな形になるか、それとも人口どんどん減ってって移民もいなくて経済もどんどん縮小していって東南アジアの微妙な国っていうポジションになるのか、どちらにしろ今皆さんが生活しているような日本というのを豊かな状況というのはもう維持できないのはほぼ確定してます。なのでどっかの世代が不運を受け入れることでまだ豊かな日本というのが維持できる可能性はあります。残念ながら氷河期世代より上の世代というのはその不運を受け入れる気は全くありませんでした。自民党を支持して高齢者層というのを標準にして高齢者が豊かな社会というのを維持するというのを選び続けた世代が今の60代70代の世代です。その人たちは日本のこの先を良くしたいというのは残念ながら思ってません。なので今の日本というのは自民党はその方向でずっと動いています。なので逃げ切り世代はもう逃げ切り世代として確定したので、逃げ切りじゃない世代ですよ僕たちはっていうのを言える世代というのは今50代の人たち、40代の人たち、氷河期世代と氷河期世代のもっと前のね、今50代の人たちがまだ俺たちは逃げ切りじゃないです、責任取れます。なので俺たちは高齢者になったとしても苦労しますよ、それは将来の日本のためですよっていう覚悟が言える世代なので、50代の人たちが僕ら40代の氷河期世代のどこかがやらなければいけないんじゃないかなと思っています。こんばんは。47歳で精神障害者保健福祉手帳を持っていますが、障害年金はもらえない程度です。うつ病で5年以上働いていても治る気配がなく、障害をオープンにして金融業界をメインで転職活動していますが、なかなか決めれません。まずモス資格、マイクロソフトの資格を取るようにしてますが、うつ病というだけで正社員で普通に働くために頑張ってますが、氷河期世代やはり転職は難しいのでしょうか。
もともと金融業界ですでに働いているのであれば、別に問題ないんじゃないかなと思いますけど、金融で働いてるわけじゃないのか。金融で転職活動してるだけなのかな。今の仕事が何なのかっていうところで、モス資格を取ろうとしているという時点で、多分 IT 系でもないと思うんですよね。今のところ普通に暮らせてるのであれば、今の仕事をやり続ければいいんじゃないかなと思いますけど、47歳で未経験の仕事が転職で受け付ける会社、ほぼないと思うんですよ。45歳以上で新しいことを覚えるのは難しいよねっていうのが一般論としてあるんですよ。もちろん新しいことを覚えられる人もいるんですけど、そうじゃない人の場合がほとんどなので、未経験の仕事だったりをやりたいですって言ってる45歳以上の人を受け付ける会社というのはほぼないので、今までの会社は今まで通りにやった方が安全なんじゃないかなと思いますけど、それが障害者枠を使うという形で、大企業にひたすら送りまくると、ワンチャン障害者枠で入れる場合もあるので、もうダメ元で送りまくるっていう手もあるんじゃないかなと思いますけども、45歳以降で新しいスキルつけても転職にはほぼ使えないんですよ。今やってる仕事で資格を足すならいいと思うんですよ。IT 系の事務をやってるけど、モス取りましたっていうので、オペレーション的なその会社の中の運用系の仕事もできるようになりますよとかは全然いいと思うんですよ。もともと IT 系の人が突然45歳とかになって、フォークリフトの資格取りましたって言っても、いやいや、お前運転したことないんだよね、みたいになっちゃうので、リスキリングとかってあくまで20代、30代の話なんじゃないかなと思いますけど。ひろゆきさんはバブルの頃、どのような生活をしてましたか？またバブルの恩恵受けますか？受けませんでした。僕は就職氷河期という時代で、氷河期で最悪だった時代に大学の就職時期だったので、大卒の就職率が確かね、3割台とかだったかな。今だと大学卒業した人で就職したいと思ってる人は多分9割就職してると思うんですけど、僕の時代って大卒です、就職したいですって言ってる人でも就職できたのが確か3割とか4割っていう大卒の就職率が最悪だった時期なんですよ、歴史上。なのでバブルの恩恵というのは一切受けず、むしろバブルが破裂したという結果だけを受け止めた時代です。僕らの就職世代の次の年から多少改善して就職できるようになったので、バブルの一番被害を受けたのは僕ら世代です。はい、1976年、77年生まれ。で逆に僕より1年前の75年とか74年生まれの人たちは、バブルが崩壊したけども、バブル崩壊の実態の影響をそこまで受ける前に就職決まってるんで、バブル崩壊したけど別になんとかなるんじゃないみたいな。リーマンショックもそうなんですけど、何らかしらのショックが起きた後、そのショックが実体経済に影響を与えるまで結構時間かかるんですよ。リーマンショックを予測した人がいるんですけど、リーマンショックが予測した人が、これはリーマンショック来るなって分かってて、リーマンショックが起きた時に儲かる方にかけ続けたんですけど、予想よりもそのショックが世に出ても実体経済に影響を与えるまで時間かかったんですよ。不動産バブル崩壊したって言っても、うちの会社まで影響ないよねとか、一部損する人はいても俺の会社は関係ないよね、今まで通りのことが起こるよねっていうので、結構人は今まで通りにやってしまうバイアスがあるんですよ。なので、あれこれ今まで通りできないじゃんとか、会社が潰れるのって決算をまたいだ時に、決算またいで銀行からお金が借りれなかった時に潰れるんですよ。なので赤字になるっぽいけど、でも給料も出てるしうちの会社大丈夫なんじゃないのとかで、山一証券っていう証券会社があったんですけど、山一証券っていうのは普通に営業していて、で山一証券の社員とかがこう昼休みにテレビつけてたら、自分の会社の社長が記者会見やってるんですよ。なんかうちの会社今日記者会見やるんだみたいなので、テレビの記者会見の中で社長が山一証券は潰れましたって言ってて、そのテレビを見てた社員が俺たちの会社潰れたのって驚くっていう。なので自分たちが潰れるとも思ってないんですよ。自分たちも潰れないと思ってるぐらいなんですよ。山一証券は潰れるのは社員は全く悪くないです、私たち経営者が悪いですって言って泣いて謝ったんですけど、本当に働いてる人たちも潰れるってわからないんですよ。なので本当にバブル崩壊した時点で証券会社なんかやばいに決まってんじゃんっていうのは、今の人たちは歴史的なことを知ってるので言えるんですよ。やばいに決まってるんだけど、でもなんか給料もらって普通に営業してるから、大丈夫なんだみたいな。で野村証券大丈夫だったじゃないですか。だから大丈夫なんだみたいなので結構ね生き延びちゃったりするんですよ。でもギリギリのところで超えられない会社は超えられるみたいなのがあったりするので、なのでバブルというのはね結構破裂してもわからないので、トランプさんが関税日本に 20% かけるぞって言って関税 20% になったとしても、1年2年は日本はなんだかんだ言って普通の生活をしているんじゃないかなと思います。
ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。